Hello everyone。今回は WB ハウスということでお話を進めていきたいと思います。これはどういうことかというと、表題に書かれてある通り、深呼吸したくなる家ということで、気持ちのいい健康的な住みやすい家づくりについてのお話になります。それでは早速始めていきましょう。Let's begin! 前回のビデオで白川郷の屋根などについてお話をさせていただきました。そして最先端の住宅づくりと思われる建物についてお話を聞くことになりました。それではお話を伺ってみましょう。はい。ウッドビルドっていう会社になります。もともと開発したものが宮大工の棟梁でずっと20歳ぐらいからそういう建築に携わっていたと。でもともと社寺仏閣もやってたぐらいですから、やっぱり日本の風土に合わせた作り方、とにかく夏向きに家を作って、材木を空気に触れさせて長持ちをして、それと、木と土と紙とですね、要は湿気、高温多湿な日本なので、その湿気をなるべくこもらせないように夏向きに家を作ってたかと思うんですよね。ところが一点冬が寒いっていうデメリットがあって、高品質高断熱っていううちが今はもう全国に広まってるような感じで、決してその高品質高断熱が悪いっていうわけじゃないんですけど、やはり弊社のこの開発者がいろいろ現場で目の当たりにしたっていうことは、要はこういう材木ですよね。これは山に生えて木を製材して加工してですね、家の材料の一部になると思うんですけども、これですね、材木を加工材料によっては長持ちをしたり、劣化をしちゃったりっていうぐらいですね、保存の仕方によってはもう半永久的にメンテナンスしながら持つんですけども、今の高品質高断熱はここにどうしてもビニールとかベニヤとか、要は呼吸のできないもので囲ってしまっていると。そうするとどうなるかっていうと、今日ですね、ここだけ覚えていってください。WB 意味ですね。ダブルブレス、ブレス呼吸っていう意味なんですけどね、この2つの呼吸を、家にさせてあげると。でやってることは実はこの2つだけです。家づくりにね、通気、要は風を流すっていうことと、糖質、湿気を逃がすっていうことです。でお家自体もやはり呼吸をしながら、私どもは材木がねそこに存在してるって思ってますので、もう人と同じっていうことだと思うんですよね。とにかく人も、鼻や口から気管支呼吸をするのと、皮膚からね、汗をかいて老廃物を出すと思うんですけども、お家も全く同じじゃないかっていう考えです。この断熱材っていうのはですね、会社さんによったりしてですね、種類が違かったり、するわけなんですけども、大きな違いっていうのが、断熱材が壁の中にパンパン入ってるか入ってないかと、壁の中に通り道を作ってあるのか作ってないのかっていう違いなんですね。で今電球がこれ今 LED じゃなくてあえて白熱と、要はちょっとあったかいんですけどね、太陽と見立ててもらってるんですね。夏場で太陽が屋根や壁を温めてるという結構穴を塞いで作ってありますので、やっぱり熱がこもりやすくなっちゃうんですよね。だからもうエアコンをずっとかけなくちゃいけないような感じで、今お父さん言われた通り、こっちが26度ぐらいしかまだ上がってないわけですよ。で何が違うのかっていうと、実は空気がこの中で滞留しているのでさほど温度が上がってない。ただちょっと空気がね回ってるか回ってないか、透明でわからないのでちょっとこの床下にですね、こんな風に煙を両方に入れて、今空気に色をつけたっていう実験なんですけどね。で右側の模型はおそらくこの中で
空気が行ったり来たりずっとしてるだけなんですね。で左がどうかっていうと上がってきてますね。はい、そうなんですよ。今こう入り口があって屋根にも今穴を開けてるんですね。で途中で空気が止まらないように施工するとですね、こう上昇気流という対流で空気ってこう温まると非常に軽くなるので、上から出てますね。はい、こうやって上から出てくるっていうことなんですけどもね。これが要するにお金を使ってないわけですからね。そうですね。全く自然の流れでね。そうなんです。の電気とか機械を使わなくても、しっかり通り道を作ってあげればいいと。でこれは、当然東西南北家がありまして、日が当たってる長く当たってる時間とそうでない壁面ってあるんですけども、この対流が温まってる面ではこう上に上がったりで北面では少し温度が下がってくるとこう空気が下がったりすることもあるわけですけどもね、はい、とにかくこの対流を寒くない時期はどんどんさしてあげようと、はい、メリットとしては先ほどお話した通り焼け込みが軽減できるというのと材木に空気が触れるので長持ちをするということで、今のうちどうでしょうかね、ちょっと例えがいいのか悪いのか分かんないんですけど一年中ダウンジャケットを着てるんじゃないかなって思うんですよね。こっちがですね、要はビニールクロスで閉じ込めたのか糖質クロスで貼ってあるのかっていうだけの部屋ちょっと再現してるんですね。でこの中さらに寒くなってます。真冬なので定常気流気が閉まってるという想定ですね。で中で加湿をしてどのぐらい違うか、はい、どうぞ。入れてますね。でも土足で入ってください。こっちが高気密の。はい。どうぞ。もう暖かいっちゃ暖かいけど、湿っぽい感じ。湿っぽいしますね。朝ちょっとね。湿っぽい感じですね。はい。こっちは全然湿っぽくないですね、全く。これ触ってください。朝洗濯物干してます。しっかりと濡れてますね。これはしっかりと濡れてます。そう、うちもう一ついいのが、うちは乾燥機がないんですよ。洗濯乾燥機。はいはい。一年中部屋干しです。部屋干しで乾いちゃうんで、要するに湿度が上に上がっちゃってるってことですか。で、それがこう抜けるので、なるほど。で、梅雨時期はね、どうしてもやっぱり乾きづらい時があるので、サーキュレーターちょっと回したりしてますけど、他の時期はほぼ朝も乾いてます。これ布クロスですか？そうです。それ触ってもらって大丈夫なの。はい、布クロス。はい。すごいな。日本はどうしたって湿気が多いですからね。ですからね。やっぱり湿気を取る方法は大事ですよね。簡単に説明するとこの図のようになるそうです。外の空気が下の空気口から入り、空気の湿気が壁を通過して空気口から外へ出ていく。これが夏バージョンですね。気浴合金のバネを使うことで温度による伸び縮みができ、通気口の開閉に使用されます。冬は寒いので通気口が自動で閉じていきます。壁はビニールクロスではなく布クロスなど湿度を通す素材を使うことがポイントです。壁の中を流れていく空気が快適な部屋を作り出します。実は昨日白川郷の合掌造りを見てきました。やはり先人の知恵の塊だと思いました。現代の住宅にしても人間の知恵と技術の結晶が生み出したものであり、また職人魂を感じさせていただきました。そしてこの工法を全国に広めたく工務店を募集しているそうです。それでは本日のビデオいかがだったでしょうか。いいねと思われた方はいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは See you again!